皆さん、こんにちは。今回の解説では、まるで魔法のような AI を使って音楽制作を自動化する方法をご紹介します。しかも今回使うのは AI が音楽を作るだけの方法ではありません。AI があなたに代わって実際にスタジオソフトを操作してくれるというかなり面白いワークフローなんです。音楽を作ってみたいと思っても画面にずらっと並ぶダイヤルや複雑な操作画面を見て、うわ、初心者には無理かも、と諦めたことはありませんか？でも、もし自分専属の見えないアシスタントがいて、面倒なクリックやマウス操作を代わりにやってくれるとしたらどうでしょう？今回はそんな音楽制作の新しい形を見ていきます。本日の流れはこちらです。一つ目、驚きの AI アシスタント。二つ目、声で不要なトラックを削除。三つ目、ピアノとボーカルを追加。四つ目、AI によるミックス調整。そして最後に未来の音楽制作スタイル。この順番で見ていきましょう。まず一つ目。このワークフローの裏側にあるのがチャット GPT のコンピューターユースという機能です。一言で言うと AI が人間の代わりに画面を見ながらマウスを動かしてソフトを操作してくれる仕組みです。つまりこちらが言葉で指示を出すと見えないアシスタントが画面上で作業を進めてくれるような感覚なんですね。かなり面白いですよね。ただ、もちろん毎回完璧というわけではありません。実際に、ボーカルトラックを作ってと指示したのになぜかサックスのようなトラックをもう一つ作ってしまったこともありました。こういう AI ならではのちょっとした勘違いもあります。それでも、基本的な操作はかなりスムーズに進めてくれます。では二つ目、声で不要なトラックを削除してみます。普通ならマウスを持って対象のトラックを探し、削除ボタンを押しますよね。でも今回は違います。オーディオトラックの2番と3番、もう必要ないから削除して、そうチャット GPT に伝えるだけです。ここでポイントなのは、音楽ソフトそのものに話しかけているわけではなく、チャット GPT に指示を出していることです。すると、AI が画面を確認し、トラック2と3を見つけて、そのまま削除してくれました。これだけで画面がかなりスッキリします。続いて3つ目。ピアノとボーカルを追加していきます。ここでは今あるドラムとサックスをもとに、この雰囲気に合うピアノフレーズを新しいトラックに作ってと指示しました。既存の音源に合わせて新しいフレーズを作るので、単純な画面操作よりも一段複雑な作業です。すると AI はユーザーが選べるように違う雰囲気のピアノテイクを2つ用意してくれました。ただ指示された作業をこなすだけではなく、選択肢まで作ってくれる。このあたりは単なる操作アシスタントというより、制作を一緒に進めるパートナーに近い感覚があります。そして4つ目。ここからはミックス調整です。今回は少し複雑な指示をまとめて出してみました。日本語の歌詞で元気なボーカルを追加する。ボーカルを目立たせるためにトラック2の音量を下げる。ボーカルにコンプレッサーをかける。さらにリバーブも追加するという内容です。普通ならそれぞれ別々に操作していく作業ですよね。ところが AI はこの複数の指示を順番に処理していきました。日本語の歌詞を用意してボーカルを作り、テイクを選び、トラック2のボリュームを下げる。さらにコンプレッサーとリバーブも追加していきます。中でも印象的だったのが音量調整です。AI は画面上のトラック2のフェーダーを操作してマイナス6デシベルまで下げました。画面を見ながらかなり細かい数値調整まで行えるわけです。曲作りが進むとトラックが増えて
画面もごちゃごちゃしてきます。そこでトラック1から順番にドラムス、サックス、ピアノ、ボーカルと名前を変えてと整理もお願いしてみました。すると AI がメニューを開き、順番にトラック名を書き換えていきます。なぜできたばかりのソフトの操作方法がわかるのでしょうか。かなり印象的な動きですね。さらに最後の微調整も言葉だけで行えます。ボーカルのエコーが少し強かったので、響きを少し抑えてと伝えてみました。すると AI がボーカルトラックのエフェクト設定を開き、ミックスの数値を下げて調整してくれました。こういったこそかなニュアンスまで言葉で指示できるのは面白いところです。そして最後、未来の音楽制作スタイルについてです。今回の仕組みを見ていると、AI を AI が操作するという新しい使い方が見えてきます。チャット GPT のような操作する AI が、スノースタジオのような音楽制作 AI をコントロールする。そう考えると、これまでソフトの操作方法を覚えることに使っていた時間を、もっとアイデアや表現そのものに使えるようになるかもしれません。ソフトが難しくて使えない、そんな壁がこれから少しずつ低くなっていく可能性があります。面倒な操作を AI に任せられるとしたら、私たちが集中するのは何を作りたいかという部分です。アイデアと声があれば、これまでよりずっと気軽に音楽制作へ入っていける。そんな未来が少しずつ現実になってきています。皆さんなら、この新しい AI アシスタントを使ってどんな音楽を作ってみたいですか？最後までご視聴ありがとうございます。次回の動画でお会いしましょう。